こいつ裁断してミシンで縫っていきます。手のぷっくり感っていうのがね欲しくて違いますよね。この手縫いのボコボコ感がすごい。はい、どうもこんにちは。今日は新しい靴をね作っていきます。この前ねコードバンを説明する動画を作ったんですけど、それで紹介したこのコードバン、これで今回ね靴を作っていきます。で、今日はアッパー製作ですね。こいつ裁断してミシンで縫っていきます。いつもと同じように慎重に丁寧に作っていくんですけど、なのでコードバンっていう素材、高いっていうのもあってめちゃめちゃ緊張しますね。こいつ失敗したら替えがないんで絶対失敗しないようにいきます。で、型紙こんな感じです。型紙は非常にシンプル。パーツはこれだけですね。こういう大きいパーツとこの紐の穴のところとこのベロのパーツ、シンプルなプレーントーンの型紙ですね。こいつがこのねコードバン結構大きくて、この型紙が2枚余裕で入るんで、これを入れて裁断していきます。はい、こんな感じで型入れができました。型紙に沿って線を引いてあります。じゃあこれを裁断していきます。緊張するな。大丈夫だよね。間違ってないね。左右それぞれ書いてあるね。大丈夫だね。はい、こんな感じで裁断ができました。でね、やっぱコードバンね結構色ムラがあるので、パーツによって結構変わりますね。色が違いますね。この辺結構濃いんですけど、こっちに行くにつれて薄くなってます。で、このパーツこっちの方から取ってあるんでね、この紐のパーツとこのバンプのパーツの色の差が割とあります。なんかこの感じがコードバンの良さ、コードバンの雰囲気につながると思うんで、このね色ムラの感じを楽しみたいと思います。一部皮を縫い合わせるところをすかなきゃいけないので、それをやります。縫うところすごく少ないんですけどね、皮の厚みを薄くして縫った時にね厚ぼったくならないようにします。コードバンをすくの初めてなんですけど、ちょっとね普通のカーフと牛革と感触が違って緊張しますね。ぬめっとしてますね。繊維が密な感じがします。じゃあ革のすきが終わったので縫っていきます。で、今回ねシンプルなアッパーなので縫うとこ少ないんですけど、手縫いをね入れるんで結構ね大変なんですよ。手縫いするのがこれとこれですね。この部分を手縫いします。で、僕のこだわりなんですけど、どうしてもこの部分が縫い割りがしたくて、で縫い割りミシンでねやればいいんですけど、この部分結構カーブがきついんですよね。縫い割りする時ってこうやって縫い割りするんですよ。こうやってくっつけて縫い割りするとすると、ここでまっすぐな部分は縫い割りできるんですけど、この部分本当はこことここを縫い付けたいのに縫い割りがねできないんですよ、普通には。ということで縫い割りするとなると、ミシンで縫いながらこうねぐっと曲げながら縫っていく感じになるんですよね。そういう風に縫ってこう開くと、このパーツとこのパーツがフラットにくっつくっていう、そういう見た目になるんですけど、ここのねカーブがきつければきついほど縫い割りって難しくなるんですよ。あとはこうやってね普通に重ねてここをミシンで縫っちゃうっていう方法もあるんですけど、僕はやっぱりどうしても縫い割りがしたい、かつここをカーブをきつめにしたいっていうのがあったので、今回は手縫いで縫い割りをやります。このパーツとこのパーツ、これを手縫いで縫い割りでくっつけたいと思います。こっちとこっちにはこんな感じで穴をあらかじめ開けておきました。この穴に針と糸を通してこれで手縫いしていきます。糸を両側から通してこう挟み込むようにね縫っていきます。レザークラフトで使うレーシングポニーってやつがあると嬉しいんですけど、持ってないんで膝に挟んで縫っています。
はい、今ねまっすぐなところが縫い終わりました。ここまでは楽なんですよ。ここからねこう曲げながら縫っていきます。こう無理やり縫っていきます。しっかりね一目一目ぐっと糸を引き締めておきます。よし、できました。今こんな感じになってます。これね、無理やり縫い付けたんでこんな感じで歪んでるんですけど、これを今縫ったところ叩いてこうして潰します。そうすると表はこんな感じにこのパーツとこのパーツがこうフラットにくっつきました。ここのねこの皮のこの境目のぷっくり感っていうのがね欲しくて、どうしても縫い割りをしたかったんですよね。この手で縫い割ったところにはテープを貼っときます。この履き口にもテープを貼っときました。そんでねこのベロのパーツ、このパーツを貼り付けて、このベロのパーツを縫い付けます。はい、縫えました。なんとなく気分でダブルステッチにしておきました。はい、こんな感じでここを縫いました。叩きます。コード盤ね普通の皮より割れやすいと思うんで、あんまり強く叩かないでこう様子見ながらね叩いていきます。じゃあこいつを表に返します。こんな感じでぷっくりと丸く縫い割りができました。でこのドッグテールの部分を縫います。はい、できました。これでかかとは OK ですね。はい、で次にやるのがねパイピングなんですよ。トップラインの補強というか飾りですね。いつもねこういう細い皮を半分に折ってビーディングテープっていって、このアッパーとライニングの間にこう貼り付けて挟んで縫い付けてるんですけど、今回はそのビーディングじゃなくてパイピングでいきます。このパイピングがめちゃめちゃ苦手ですんごい難しいんですよ。今までも何足かやったことあるんですけど、未だに満足いく出来にはなってない。今回は苦手なパイピングをやってみたいと思います。パイピングはですねこの部分に縫い付けていくんですけど、こいつをね接着とかできないのでこうやって合わせながら縫っていきます。とりあえずやりますね。どれほど難しいのかお分かりいただけると思います。はい、こんな感じでトップラインにこうやってね薄い皮を縫い付けました。で今ここに糊を塗ってあるので、これを裏返してパイピングにしていきます。はい、こんな感じでパイピングになりました。いやー本当にね精度よくやるのは至難の業ですね。こんな感じでアッパーの端っこがこう皮で丸く収まるので、なんとなく柔らかい印象というかカジュアルな印象になりやすいのがこのパイピングですね。じゃあライニングを縫っていきます。今回のライニングはこんな感じの
ベージュなんだけどグレーっぽいオリーブっぽい色の革でやっていきます。こんな感じでライニングのかかと部分を縫いました。次はこれですね、クォーターライニング。この紐の穴の裏の部分、ここに貼り付けて補強にします。このね、手で縫い割りしたとここに負担がかからないようにしっかり接着しておきます。こんな感じですね。そしたらここにカウンターライニング、この後ろのパーツを貼り付けます。今貼ったライニングちょっと剥がして、この裏ハトメ、裏側からね補強の金具を入れていきます。ライニングとアッパーをトップラインで縫い合わせていきます。ライニングとベロを縫います。じゃあ最後にここのカム留め、この羽がこう開きすぎないようにするための、飾りの意味も大きいですけどね、ここのカム留めを縫っていきます。はい、ということでアッパーが完成しました。めっちゃシンプルなアッパーなんですけどね、コードバンだからっていうね気を使ったっていうのが大きくて、すごいね時間かかりましたね。8時間9時間ぐらい9時間10時間ぐらいやってましたね。でもおかげでなかなかいい雰囲気のアッパーになったと思います。はい、こんな感じです。特に説明することもないようなシンプルなアッパーなんですけど、やっぱここの辺の形が少し特徴的かもしれないですね。これプレーンとで全部つながってて、ここだけ別パーツっていうねアッパーは割とあるんですけど、この縫い割りの感じはあんまり見かけないかもしれないですね。このミシンでやる縫い割りとはまたねこう違いますよね。この手縫いのボコボコ感が少し見えるので、この辺ねマニアックですけど特徴的な場所かもしれないですね。チャーチのシャノンとかこんな感じの雰囲気なんですけど、こっちの方がよりなんていうかこのラインとかがシャープで綺麗なんじゃないかなと個人的にはね思ってます。でチャーチのシャノンもなってるんですけど、ここですね、このカン留めがこう三日月型になってるハーフムーンステッチってやつですね。靴全体は本当にシンプルなんですけど、この靴のフェイシングのあたりが少し特徴的かもしれないですね。で後ろはこんな感じの縫い割りです。これも本当にシンプルな縫い割りで、サイドにね補強のステッチを入れたりするんですけど、今回はコード版のこのツルッと感を出したかったんで補強のステッチをね入れずにこの縫い割りのみでやってみました。ここはドッグテールですね。パイピングがね、本当に難しくて、それなりに見れる形にはなってるんですけど、ちょっとねまだなんかやぼったい雰囲気があるんで、もうまだまだ全然ねパイピングはもっと練習していかないとダメですね。でムラ感が結構ありますね。このパーツが結構色が薄いんですよ。こことここの色の差っていうのは結構ありますよね。でどっちかというとかかとの色が濃くて、つま先の方の色が若干薄めな感じです。コードバンはですねすごく硬いんですよ。パリッと張りがある革で、
でコードバン丈夫な革って言われてるんで、こうね引っ張る分にはすごく強いんだと思うんですよ。でも局所的に負荷がこうかかったりとか、こう穴をね、例えばミシン目がこうつながると穴が開いて破れやすかったりっていう、そういう脆さみたいなところがあるんで、このかかとの縫い割りもそうだし、このフェイスの縫い割りも破れちゃうんじゃないかとね、かなり心配しながら恐る恐るやったんですけど、大丈夫で良かったです。結構ねこの張りがある革なんで、釣り込みがちょっと大変そうというか、綺麗に木型に沿わして形を出すのが難しいんじゃないかなと想像してるんですけど、まあなんとかなるでしょう。まあ引き続き頑張っていきたいと思います。というわけで今回はコードバンの靴の新しくアッパーを作りました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。